こんにちは。ナミ書道日本語レッスンのナミです。皆さん、お元気ですか？はい。今日は少しリラックスして日本の今について一緒にお話ししましょう。はい。テーマは日本のかわいいトレンドです。はい。皆さんも SNS で日本のカフェやファッションを見かけることがあると思います。なんで今これが流行っているんだろうって不思議に思うことはありませんか？日本の可愛いという文化は時代とともにどんどん変化しています。変わっています。今日は今の日本の可愛いについてたくさん語ります。話します。N3 から N2 レベルの日本語を自然に使いながら話すので、リスニングの練習だと思って最後までリラックスして聞いてくださいね。はい。では、行ってみましょう。今、日本で最も勢いがある、人気があるトレンドはコラボカフェです。はい。皆さんはコラボカフェを知っていますか？行ったことがありますか？これはアニメのキャラクターとかアイドルなどがカフェと期間限定で協力して作る特別な空間、部屋のことです。私もカードキャプターさくらちゃんというアニメのコラボカフェに行ったことがあります。そのお店のインテリアとか食べ物もアニメに合わせた特別な空間でとてもテンションが上がりました。はい。コラボカフェで、何ができるかというと、キャラクターに合わせた特別な飲み物を注文できたり、その物語に出てくる料理がそのまま再現されていたりします。コラボカフェによっては、食べ物を注文するとコースターとか特別なカードをもらえたりします。ちなみに私がカードキャプターさくらちゃんのコラボカフェに行った時はこういうコースターをもらいました。はい。めちゃくちゃ可愛いですよね。はい。もったいなくて、使ってないです。はい。大切にファイルに保存しています。はい。大切に持っています。最近のトレンドは自分の推しのぬいぐるみやアクスタ、アクリルスタンドを持って行って料理と一緒に写真を撮ることです。カフェ側も写真が綺麗に撮れるように照明、ライトや背景をすごく工夫しているんです。コラボカフェは非日常の空間です。つまりいつもと違う特別な場所です。大好きな可愛いものと一緒に過ごすのは本当に幸せな
時間ですよね。はい。皆さんの国にはこういうキャラクターと飲食店が協力するようなコラボカフェとかイベントはありますか？はい。どんなイベントがありますか？はい。次は最近人気があるかわいいキャラクターを紹介したいと思います。今、日本では面白い現象が起きているんです。はい。まず、一つ目のキャラクターは、モンチッチです。はい。モンチッチを知っている人はいますか？とても可愛い名前ですよね。はい。モンチッチは1970年代に誕生した生まれた猿みたいなキャラクターです。これが今若者たちにレトロで最高に可愛いと再び人気が出ました。再びとはもう一度という意味です。私のお母さんの世代ですごく人気だったぬいぐるみが今またこの娘の世代で流行っているんです。うん、時代を超えた可愛いが今のトレンドなんです。ちなみにモンチッチの男の子はモンチッチくん。リボンをつけた女の子はモンチッチちゃんと言います。とてもシンプルな名前でびっくりしました。はい。では2つ目のキャラクターを紹介します。SNS から爆発的な人気になったキャラクターがいます。もしかしたら知っている人もいるかもしれません。はい。そのキャラクターの名前はパペットスンスンです。はい。みんなスンスンと呼んでいます。スンスンは青いふわふわした体をした6歳の男の子です。SNS でスンスンの生活を描いた短い動画がかわいい、リラックスできると話題です。つまりみんながその話をしています。ただかわいいだけじゃなくてどこかシュール、不思議でおかしい動きとか会話が大人気です。はい。またスンスンと音楽に合わせて踊るスンスンダンスが TikTok で大流行しました。はい。興味がある人はぜひ調べてみてください。最近ショッピングセンターに行ったらスンスンのぬいぐるみとかノートとかクッキーを見ました。皆さんも日本に来たらスンスンに会えるかもしれません。はい。次は皆さんの大好きなグルメ、スイーツについて話します。最近日本で人気があるかわいいスイーツを知っていますか？今は食感と SNS 映えがするスイーツが話題を集めています。今東京で一番行列ができるのが
生ドーナツです。はい。これは普通のドーナツじゃないんです。生ドーナツです。食べたことはありますか？はい。普通のドーナツは、サクサクしていますよね。生ドーナツは、ふわふわ、もちもちしています。人によっては、飲み物みたいに口の中ですぐなくなるという人もいます。このドーナツの中にはクリームがたくさん入っていて、見た目もとても可愛いです。私もまだ食べたことがないので、ちょっと食べてみたいですね。はい、ちなみにアイムドーナツやアンド東京なので、生ドーナツを買うことができます。日本に来た時にぜひ生ドーナツを食べてみてください。可愛くて美味しいです。はい。では、2つ目の可愛い食べ物を紹介します。はい。SNS でよく見るのがドバイチョコレートです。はい。これは知っている人も多いと思います。ドバイチョコレートは、チョコレートの中にカダイフという細い麺みたいな生地とピスタチオのペーストが入っています。食べた時のザクザクという音を楽しむ ASMR 動画がとても人気になりました。ドバイチョコレートを食べたことがある人はいますか？先週スーパーに行ったらドバイチョコが売ってたんですけど、1個で650円もしたので買うのを諦めました。うん、チョコ1個で650円はちょっと高すぎるので、もう少し安くなったら買おうと思います。食べたことがある人は、どこで買いましたか？いくらくらいしましたか？はい。生ドーナツやドバイチョコ以外にも最近は健康を考える人が増えて、米粉を使ったスイーツが流行っています。米粉とはお米を細かくして粉、パウダーにしたものです。日本では昔からせんべいや団子などの材料として使われてきました。日本では米粉を使ってクルトシュというハンガリーの伝統的なお菓子がもちもちにアレンジされています。他にも米粉ドーナツが人気があります。小麦粉を使わないのでヘルシーですね。あとデコレーションがとてもカラフルで可愛いです。こういうトレンドの食べ物は新大久保や表参道に行くとすぐに見つけることができます。皆さんが最近食べた中で一番可愛いと思った食べ物は何ですか？ぜひ教えてください。はい。次は可愛いファッションについて少しお話しします。春は暖かくなって明るい気持ちになる季節ですね。なので明るい色や柔らかい素材
の服を着るのがトレンドです。最近街中でよく見かけるのがシアーな素材の服です。はい。このシアーとは少し透けている薄い生地のことです。T シャツやキャミソールの上に重ねてきます。これだけで普通の服がとてもおしゃれで大人っぽく見えます。そして可愛いスタイルが大好きな人に人気なのがリボンとフリルです。はい。リボンは首元に大きいリボンがある服やバッグにリボンをつけるのが流行っています。最近私が服屋さんに行ったらパステルピンクや白色の服をたくさん見かけました。春らしい、春にぴったりの色ですよね。皆さんはどんな春の服を着てどこに行きたいですか？次はかわいいを使った新しい日本語が最近増えているので紹介したいと思います。一つ目は夢かわです。はい。夢かわ。聞いたことがありますか？これは夢みたいにかわいいを短くした言葉です。雑貨屋さんとかアクセサリーショップでパステルカラーのかわいいものを見つけたときに使います。例えば、その服夢かわだねと使ったりします。二つ目はキモかわ。はい、キモかわです。ちょっと気持ち悪いけど見ていると愛着が湧いてかわいいという意味です。変わった形のキャラクターを見たときにキモかわだねと使ったりします。他にも子供っぽくなくて上品で落ち着いたかわいいを伝えたいときは大人かわいいと言います。他にもいろいろなかわいいの表現があります。はい。全部紹介すると時間がなくなるので、今日は夢かわ、キモかわ、大人かわいい。はい、この3つを紹介しました。ちなみに今日紹介したこの3つのかわいい表現は SNS や若い女性の間でよく使われます。ビジネスの場所や目上の人と話すときにはあまり使えません。友達や仲がいい人と可愛いものについて話すときに夢かわ、キモかわ、大人かわいいを使ってみてください。皆さんはどのかわいいが好きですか？はい。今日はイベント、キャラクター、グルメ、ファッションの4つの視点、4つの見方から2026年の最新の日本のかわいいをお届けしました。皆さんの国とは違うところがありましたか？それとも同じようなトレンドがありますか？流行、トレンドを知ることはその国の文化や考え方を知ることが
できますよね。はい。最後に皆さんに質問があります。皆さんの国では今どんなファッションやキャラクターが流行っていますか？今日紹介した中であなたが一番可愛いと思ったものは何ですか？簡単な日本語で大丈夫です。日本語の練習だと思って日本語で書いてみましょう。コメントは全部読んで返信します。日本以外のいろいろな国のトレンドをシェアしましょう。はい。皆さんのコメントを楽しみに待っています。今日の動画が楽しかったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。いつもたくさんのサポートを本当にありがとうございます。これからも皆さんと一緒に日本語でいろいろな話をしていきたいです。はい。それでは皆さんまた次のレッスンでお会いしましょう。じゃあねー、バイバーイ。